ねじゃ。それはダメージ上昇、ダメージカット、CC そして範囲殲滅ができる。どこからどう見ても完璧で最高のフレーム。どのミッションでも一定以上の戦果を上げる。それが燃える風の講師、ねじゃよ。個人の感想を含みます。ということで、これからネジャのアビリティとビルドの紹介をして、その後実戦演習をしてネジャの強さをみんなに覚えて帰ってもらうわ。この動画は U35.5.11 の時に撮影しているぜ。それじゃあまずは、アビリティの紹介をして、その後ビルド紹介に移るわね。パッシブはスライディングの速度と、距離を増加させる効果を持っているわ。これによってネジャ独特の使用感を生み出しているな。まあ、私は普段は増強でこの効果を無効にしているのだけどね。増強モッドはパッシブを無効化する代わりに威力を増加させるわ。挙動に関しては他のフレームと同じになるだけなので、特に語ることはないわね。続いては1番の紹介ね。1番は移動時に炎の軌跡を残して、それに触れた時に状態異常を解除するわ。ネジャのヘルミンスアビリティであり、移植枠でもあるな。2番と組み合わせることで追加効果があるのだけれど、それも微妙だし、他3つのアビリティが有用だから、必然的に何か別のアビリティを入れたくなるのよね。状態異常無効化も3番でできるから本当にいいとこなしね。増強モッドは炎の軌跡で与えたダメージを蓄積して、直線上に貯蓄した分ダメージの上がった範囲攻撃をするわ。蓄積したダメージは右上のバフ欄に表示されるわ。相手も悪いが、だからどうしたっていう微妙な効果だな。私もこの動画を作るまで使ったことすらなかったわ。でも、モーションが可愛いから何かに使いたいわね。続いては2番の紹介ね。2番は炎のチャクラムを投擲して、当たった相手に火炎異常と、ダメージの脆弱性、各種オーブのドロップ率増加のデバフを与えるわ。効果が載っている敵の周りには炎の輪が表示されるな。ダメージの脆弱性は一般的な 100% となっているけれど、各種オーブのドロップ率は最近のフレームと比べると少し低いわ。ボルーナやシトリンはヘルスオーブを確定ドロップさせられるが、ネジャはソロでも 90%、4人分体だと 50% までしか上昇しないからな。まあ、それでドロップ率が低いと感じたことはあまりないのだけれどね。そして、さっきからやっているように、チャクラムが飛翔している間に、2番を再発動すると、チャクラムの場所までテレポートできるわ。さらに、長押しで発動することで弾速が上がってダメージが上がった直線的なチャクラムを投げられるわ。長押しの方は、2体目以降へのホーミングはないぜ。タップで発動した時には追加で5体の敵にホーミングしていくわね。そして、1番発動中に2番でテレポートすることで円形に炎の軌跡を残すわ。少しのダメージがあって範囲もモッドで上昇させられるけど、この道のりで使うには力不足考えなめないわね。増強モッドを入れると、当たった敵ごとにダメージが上昇しヘルスオーブのドロップ率が増加するわ。それって、長押しの場合効果が薄くないか？長押しには貫通効果があるから、敵が集まっている場合には有効だと言えるわね。でも、タップの方が扱いやすいのは事実だわ。正直2番も攻撃アビリティにするには力不足ね。けれど、口述する4番と組み合わせることである程度戦えるようになるわ。続いては3番の紹介ね。3番は自身を守る炎のリングシールドを展開するわ。展開してから3秒間に受けたダメージを吸収するわ。そして、受けたダメージと走行値に威力を乗算した分の耐久値を持つリングシールドを形成するわ。このリングシールドが展開されている間は90のダメージカットと状態異常無効の効果が得られるわ。威力を盛らなくても最初から 90% カットは安心だな。耐久値がなくなった時には無敵時間が発生して、周囲に火炎状態異常を発生させるわ。増強モッドを入れると、耐久値が半分のリングシールドを味方にも展開することができるわ。この効果は分隊員やコンパニオンには当然かけられるけれど、動き回るタイプの防衛対象や、救出対象にも付与することができるわ。そして、付与された味方も3秒間の無敵時間を得るわ。付与した効果は右上の分隊員の HP バーの左に表示されるな。最後に4番の紹介ね。4番は敵の足元から槍を生やして拘束することができるわ。さらに、再発動することで拘束を解除して地面に叩きつけるわ。また、4番で拘束されている時に2番を当てるとチャクラムが分裂して、より多くの敵に2番の効果を与えることができるわ。それと、4番には視線判定がないので壁越しの敵にも当てることができるわ。そして、1番の目玉が4番増強ね。この増強は全てのネジャ使いだけでなく、全ての天のに激震をもたらしたな。増強の効果としては、4番効果中の敵に与えた状態異常を、他の拘束されている敵にも与えるというものになっているわ。他の拘束されている敵にも与えるわ。また、ドットダメージのある状態異常なら全てのスタックを消費して、まとまったダメージを補正付きで一気に与えるわ。
今でこそモッドが乗っていない状態の範囲が14メートルになるという効果に落ち着いているが、実装当時ではペナルティなし、その次には基礎効果範囲10メートルという激動のアップデートを経ているぜ。実際の効果としては、エクタフの効果範囲外の敵にもこうやって状態異常がかかっているわね。それに、範囲攻撃で数体巻き込んで状態異常をかけると、当たった人数分の状態異常がスタックするわ。これでアビリティ紹介は終わりだな。それじゃあ、ビルド紹介に移るわね。まず最初に紹介するのは1番にダンテを移植したビルドね。このビルドには4番増強が入っているので、ダンテのアビリティの広範囲切断でたくさんの切断異常を貯めることができるわ。その効果は絶大で、基本的なミッションにおいてこれで消し飛ばせない敵は存在しないわ。オーバーガード持ちは、4番が効かないから倒せないけれどな。オーバーガードは許されないわ。戦い方としては4番を撃った後に1番を2回撃つだけね。お好みで、2番1番の順で撃ってもいいな。まあ、どちらにしろエネルギーが足りないので、足元にどちらかが落ちている状況じゃないと使えないわね。それは少し面倒じゃないか？ 2 番のおかげで変なことをしない限りオーブは潤沢だから問題ないわ。それを嫌うなら、ナチュラルタレントをフローとかに入れ替えるといいわね。それと、このビルドはアビリティでも切断が出せるってだけで、効果時間を大きく削っていないから4番発動中に結構武器攻撃ができるわ。そんなところで断定色でした。この後のネットセルチャレンジではこのビルドを使用するわ。次は3番増強の入った防衛救出用ビルドね。このビルドではリングシールドの耐久値を高めるために霊気黒魔移植で走行値を増やしているわ。それとヘルスコンバーションでさらなる硬さを追い求めているわね。4番増強が実装される前はこのビルドを愛用していたわ。実際に使ってみると敵からのダメージなしで 18K の耐久値を出しているわね。正直実用するにあたってこのビルドで耐久値に困ったことはないわ。それと、仲間に効果をつけた時には半分の約 9K の耐久値だな。そんなところで黒魔移植でした。次は4番増強とグレンデル移植の武器ダメージ電波ビルドね。これはダメージのリソースを武器に置いたビルドで、持っている武器でどれだけ切断が出せるかが肝になっているわ。いつもはグレイブ P にその役を担ってもらっているぜ。使い方は最初に紹介したビルドと大差ないわね。4番2番武器で相手は死ぬわ。というか断定色がこのビルドを元に作ったからな。このビルドでアビリティの攻撃もできるようにしたのが最初のビルドだぜ。とまあ、こんな感じで敵をスッキリさせられるわ。そんなところでグレンデル移植でした。最後は低レベル高速周回用ビルドね。2番増強を入れて少しは火力を出せるようにして、4番2番か1番2番で消滅していくビルドになっているわ。まあ、かなりネタ寄りのビルドね。キターニアに飽きた時とかに使えばいいと思うぜ。50レベル程度ならどうにでもなるから適当に倒せばいいと思うわ。まあ、使っていて楽しくはあるわね。チャクラムのテレポートも高速移動で使えるしな。そんなところで、高速ビルドでした。それじゃあ、ベンチマークがテラネットセルで最初の断定色ビルドを使っていくわ。さっきも言った通りオーバーガード持ちじゃなければ範囲内を一掃できて楽しいのよね。ちなみに今回連れてくるコンパニオンを間違えているわ。いつもは各種オーブが出ることを祈って異常付与ビリガなのだけど、クリティカル猫を連れてきてしまったわ。こっちにはヘルスオーブを回収してしまうモッドが入っているから少し不利だな。まあ、あまり関係ないわね。今だってエネルギー不足で発動できていないじゃないか。これは困るけどビルド紹介の時に言ったようにフローでも積めば解決するからね。ちゃんとやれば、武器でも結構な火力を足すことができるというところを見せてあげるわ。マップ上の敵の表示が一気に減ったな。こういう時が一番楽しいのよね。そんな感じで今回のフレーム紹介は終わりよ。参考までに今回のネットセルは時間が10分2秒で、キル数が205、そのうち105が近接キルとなっているわ。今後、似たような動画を出す時にはこれが参考になるぜ。というわけで今回はこの辺で、お疲れ。どもどもー。